どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいねー。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ナミとレベッカを中心としたドレスローザ編のキャラクター考察です。ドレスローザ編では大量のキャラクターが登場しました。それらのキャラクターたちはどのように設定されたのか、こちらの動画ではドレスローザで結成された麦わら大船団について考えましたが、ドレスローザ編は仲間集めが裏テーマであり、そしてイーストブルーでの仲間集め、ナミやウソップなどと繋がっているようです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まず考えたいのは、レベッカとビオラです。レベッカとビオラは後半の海、ドレスローザ編のヒロインでした。そして前半の海のヒロインは、ナミとビビでしょう。何度も言ってるように、ワンピースにおける前半の海と後半の海は表裏一体となっています。ナミはまず、以前も考えたように魚人島で一度表裏一体が見られました。ナミと白星の境遇が似ているつながりです。これは69話アーロンパークでサンジがナミを人魚と表現したことがつながり、魚人島620話憧れの遊園地でアーロンパークの造形と遊園地の造形が重なることで表裏一体が表現されていましたが、ナミの表裏一体は魚人島白星だけではありません。ドレスローザ編のレベッカもナミと繋がっています。さらにビビ、ウソップとヒルルクの話とも表裏一体となっているのがドレスローザ編です。まずはナミとレベッカの表裏一体を考えましょう。レベッカは陸王の孫で殺されたスカーレットの娘です。そして父親はキュロスでした。このキュロスはおもちゃの兵隊でした。レベッカがナミのイメージで、レベッカを見守るおもちゃの兵隊がナミを見守っていたゲンさんのイメージでしょう。魚人アーロンに支配された村でナミにゲンさんはもういいんだ、戦わなくてと言い、ドフラミンゴに支配された国でキュロスもレベッカにもう戦わなくていいと言っていました。そしてキュロスは亡きスカーレットと過ごしたひまわり畑で憎きディアマンテを倒しています。この時スカーレットの墓にたまたまディアマンテの頭を的中させて倒しています。この回は777話語呂合わせは37、つまりラッキーセブン大当たりでしょうか。ちなみにカジノが舞台だった映画フィルムゴールドの映画特典コミックスも777巻でした。さらに海賊万博が舞台だった映画スタンピードの映画特典コミックスは10089巻、語呂合わせは万博でした。脱線しましたが、さらにもう一つ777話には隠し語呂合わせがありそうです。777話の隠し語呂合わせは7が3つでナミです。ナミだと考えます。レベッカとキュロスのひまわり畑とスカーレットの木の墓標、ナミとゲンさんのみかん畑とベルメールさんの木の墓標です。そして777話は77話に対応しています。亡きベルメールさんが登場したのは77話夢の一歩、ナミの夢、世界の怪術の完成が語られた回であり、77話の話数の語呂合わせは七難でしょう。七難とは人生における様々な災難であり、7つの海の制覇ともかかっていそうです。さらに77話の隠し語呂合わせは父でしょうか。7は中国語で父です。777話ナミではレベッカの父キュロスの話、77話父ではナミの義理の母ベルメールさんの話、そして77話でベルメールさんはナミにひまわりのライオンの服をプレゼントしていました。これはナミが後に乗るひまわりのライオンサニー号を想起させ、さらにひまわり畑のレベッカも想起させます。77話でナミはベルメールさんに本当のお母さんじゃない、どうせ拾われるならもっとお金持ちの家が良かったと言っていますが、これは似たような境遇のお金持ちの家に生まれた王族のレベッカにかかっているでしょう。さらにレベッカもナミのように797話でキュロスに何よ親でもないくせにと怒ったことを後悔していました。797話の話数の語呂合わせは泣くなでしょう。797話泣くなでレベッカは泣いており、79話泣くでは逆にナミは泣くことをやめて生きることを選択しています。79話のタイトルも生きるです。そして733話兵隊さんが欲しいものではキュロスはレベッカに強く生きることを教えていますが、733話の話数の語呂合わせはナミさんでしょう。そしてナミを表す73話ではナミさんがアーロンたちに従い強く生きていることが表現されています。そんなナミとゲンさんの戦いは8年間続いていましたが、レベッカとキュロスの戦いは10年間続いていました。つまり前半の海と後半の海では2年間の開きがありますから、ナミの悲劇とレベッカの悲劇が始まった年は一致しています。次にもう一人のヒロインビオラも考えましょう。ビオラはナミとノジコ、ビビの3人を掛け合わせたかのようなキャラクターでした。例えばナミは仇であるアーロンに従い
ビビも仇であるクロコダイルに従い、ビオラも仇であるドフラミンゴに従っていました。そしてドレスローザ編におけるビオラの振る舞いはアーロン編におけるナミの姉ノジコのような存在で、レベッカや麦わらの一味をサポートしてくれていました。そんなビオラは以前も考えましたが、ドレスローザ編の最後でアラバスタ編の最後と重なります。国民に向かって泣きながらマイクで終戦を告げるビビと、国民に向かって泣きながらマイクで終戦を告げるビオラです。さらにビビの技、めまいダンスが得意なビオラのギロギロの実も重なっています。そしてさらにキュロスと亡くなったスカーレットはウソップとキャプテンクロ、そしてヒルルクと表裏一体になっているようです。まずキャプテンクロは海賊を辞めるために自分を死んだように見せかけましたが、スカーレットも王族を辞めるために自分を死んだように見せかけていました。そしてキュロスはドレスローザ編でトンタッタ族のリーダーとして活躍し、最後に解散しました。ウソップもウソップ海賊団のキャプテンとして解散しています。その後キュロスは一人で国を出て行こうとしますが、このシーンはウソップが一人で村を出て行こうとするシーンと重なっています。そしてキュロスはレベッカに嘘つきだとも呼ばれていました。このあたりがキュロスとウソップのつながりでしょう。さらにキュロスは741話嘘つきウソランドで人殺しの自分のことを責めて自分を忘れてほしいと願うと、その後おもちゃにされて人々の記憶から忘れられてしまいました。愛するスカーレットの死に際にさえ忘れられていました。これはまさにヒルルクが言っていた、人はいつ死ぬと思う人に忘れられた時さでしょう。このあたりの話はおそらく空白の100年へと今後繋がっていくと考えられます。さらにまだあります。ドレスローザ編といえばドフラミンゴですが、ドフラミンゴと表裏一体となるのは以前クロコダイルだと考えましたが、もう一人います。それは1年半前に少しだけ考えたワポールです。ワポールはドラム王国でイッシー20、つまり治癒を独占していましたが、ドフラミンゴもドレスローザでトンタッタの王女治癒中の実のマンシェリー姫を独占していました。これは不老を独占するイム様イコールイム様説で考えましたが、この他にもドフラミンゴとワポルにはいくつか共通点があります。王族の地位を追われたワポルはゴミ山で暮らすことになりましたが、天竜人の地位を追われたドフラミンゴもゴミ山で暮らすことになり、そこで王として祭り上げられていました。ワポルもゴミ山で子供たちから大人気になっていました。この時ワポルはおもちゃを製造していますが、ドフラミンゴもシュガーの能力によってドレスローザでおもちゃ人間を量産していました。その後ドフラミンゴはインペルダウンへ収監されましたが、ワポルは皮肉なことにドフラミンゴが帰りたかった聖地マリージョアのレベリーに参加するほど復活を遂げています。以上です。今回はドレスローザ編に見られる仲間集めをテーマとしたつながりを考えてみました。こちらの麦わら大船団の考察と合わせて見てもらえると、よりドレスローザ編が楽しめるかもしれません。ドレスローザ編ではナミとウソップ、チョッパーの仲間集め編とリンクしていますが、ゾロとサンジ、ブルックの仲間集め編はホールケーキ編やワノ国編とリンクしていそうです。となると、まださほどリンクされていないロビンとフランキーの仲間集め編はどことリンクするのでしょうか。それはおそらくプルトン復活編でしょう。ワノ国編が終わったらプルトン復活編へと移行していくかもしれません。ワンピースに仕掛けられている表裏一体や語呂合わせの物語構成、皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。